空が青いな。はい、おはようございます。今日は8月14日木曜日でございます。はい。今日もね、暑い一日になりそうな予感で、まあ朝はねまだ涼しいですけどね。はい、もうすでに気温が上昇しております。はい。ということでね、今日はねリサイクルショップからなんですが、昨日ですね、ちょっと AI の、使い方の、お話をある女性の方とさせていただきまして、はい、その内容がですね、まあまあ面白かったかなと思いますんで、皆さんにもね共有できればなと思って、ほぼほぼノーカット、早送りなしで、ノーカットじゃねえや、カットはするけど早送りなしで、はい、会話をね、ぜひお楽しみください。だからちょっとね長くなると思いますけどね。ということで本日もよろしくお願いします。 AI の使い方の説明でございます。人血むっちゃええこと起きそうな気がするわ。プライムプロっていうその動画編集ソフトも AI が入ってきてて、はい、僕が日本語でずっとこうやって喋ったやつを取り入れるじゃないですか、そうすると全部 AI が字幕にしてくれるんですよ。もちろん誤字脱字があるんですけど、はい、でまず日本語にしてくれるんですよ、で例えば1曲 BGM とかで1曲の尺って決まってるじゃないですか、2分30秒とか、はい、だけど5分欲しい時とかあるじゃないですか、そういう時もその BGM を AI で拡張させてリズムをつなげてくれて、その尺に合わせてやってくれたり、AI がやってくれたりするんですよ。それは動画編集ソフトの中にある AI なんですよ。はい。で AI っていうのはそういうのを AGI って言って、1950年代から AI っていうのが、なんちゃって AI なんですけど、構想があってできてきたんですね、ところがそのディープラーニングができてから AGI っていうのになって、AGI っていうのは、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスっつって、ジェネラルっていうのはある特定の、例えば動画編集だったら動画編集の中の AI とか、専門性がある、その医療部門、医療現場での AI とか、大工の AI とか、その部門、そういう部門で AI が発展してきたんですよ。でも言語では今チャット GPT がパイオニアでダントツデータ量が多いんで、それがいろんな分野で AGI っていうのができてきて、今度それが ASI っていうですね、アーティフィシャルスーパーインテリジェンスに変わりつつあるんですよ。これは何かというと、全てのその AI をつなげて何でもできるようになる。別々だったものがでプライベートのコンシェルジュみたいな AI になりつつあるんですよ。これはもう5年以内です。それはまたリリースされたら有料版とかで出るんですかね。多分同じ形で、無料までここまで、有料だとここまでみたいな感じ、今そのトレンドがそうなんですよ、無料だとここまでみたいな、やっぱりすごい技術じゃないですか。だから金を取らない、回収しないとこの人たちも大変なんですけど、どこで取るかって、Google 検索って今まで使ってたじゃないですか、あれは結局なんか調べたいコマンド入れると、出てくるのがホームページがダーって出てくるんですけど、やっぱ広告を払ってくれた広告主さんがトップに来るようになってるんですよ、それがビジネスモデルなんですね。ところが今チャット GPT はご覧の通り何にも広告載せてないんですよ。だけど、これからどうやって金を回収していくかっていうことを考えてるわけですよね。サービスを増やして、そこにどうしてもそこが必要だっていう方に払ってもらうってことですかね。これはやってましたね。でもこのチャット GPT はやったことなくって、だから文章を作るとかそういうことの広告の一部で使えるとかすぐできそうですね。できそうです、できそうだし、あとじゃあ、もう一個やり方としては、ちょっとこれ高度すぎるかどうかわかんないですけど、
例えばですね、Excel のデータ、例えばなんかこう顧客リストみたいなのあるじゃないですか、はい誰々さんがいはつ何を交換したとか、はいそういうリストを多分 Excel って持ってると思うんですけど、んそれをまずアップするんですよ。うんそうすると、はい誰々さんいつ何をしたって聞くと、その答えてくれるんですよ。それはすごい、うちの主人とかめちゃくちゃ喜びますね。で今までデータベースというものをですね、人間がプログラムして入れて、で誰々って入れると購入履歴とかが出るみたいな感じで、それもすごい時間かかって作ってたんですよ。まあそれ多分お金払ってとかだったんですけど、もう今チャット GPT にまず Excel で投げるわけですよ。そうすると全部内容を理解して、すごい。あとなんかこうカーナビの取扱説明書っていうか工事っていうか、施工説明書とかあるじゃないですか、ああいうのも最初にまず全部投げるんですよ。で何が必要っていうと全部理解してくれて、それってどうやって読み込ませるんですか？もう超簡単です。このまま例えばですね、これじゃあ俺昨日説明しようかなと思って適当に作ったやつなんですけど、これがですね名前と販売日と、適当に本を買ったよっていうことで、本、それと冊数と単価と金額、で決済方法が何、現金で、これをこれ架空のあれなんですけどね、これをまずですねチャット GPT に入れるんですよ。それで、今まで一番たくさん買ってくれた人は誰、入れるでしょ。この分析がすごくてですね、やっぱり考えるわけですよ。で全部データをまずすり込んで、だからそのデータを見るわけですよ。例えば森さんが1万7,300円買ってくれたとか、じゃあ例えば森さんはいつ何を買ったの？っていうとまた分析して考えるわけですよ、こいつは。ほら、森さんは販売日9月の17日にこの本をこのあれで本単価で買いましたよみたいなね。すごい。クレタで買いましたよみたいなね。そういう使い方が AI は得意なわけですよ。じゃあもうそれこそ自分がしてることを分析してくれますね。そうです。ちょっとじゃあこれで、P 聞けてる？はい、ちゃんと聞こえてますよ。まさにそんな感じで使えば使うほど AI もどんどん馴染んできますからね。これ続き何でも聞いて。すごい聞いてます。この文字読める？はい、見えてますよ。今ホワイトボードにx プラス y イコール2と x マイナス4って書いてありますね。ちゃんと読めてますので、何かこの式について知りたいことがあれば言ってください。これの解き方教えて。もちろん解き方をお伝えしますね。この2つの連立方程式は足し算と引き算を使うと簡単に解けますよ。まず2つの式をもう一度見ると、1つ目が x プラス y イコール2、もう1つが x マイナス y イコール4です。この2つの式を足してみると 2x イコール6になります。そこから x イコール3と分かります。次に x イコール3をどちらかの式に代入して、例えば x プラス y イコール2に入れると3プラス y イコール2、y イコールマイナス1と求まります。つまり解は x3、y イコールマイナス1です。縦型に言ってますよね、今ね。見えやすいようにとか。でしょ？で、ホワイトボーダーってことを認識してるでしょ？してました。すごくないですか？すごい。だからこれが例えばなんか鍵ですとか、これ
がペンですとかこれはお茶ですとかっていうのを今までは認識できなかったわけですよ。でしかも手で書いた文字を認識してるんですよ。だからもう勉強学校なんていらないと思いません？いらない。学習塾もいらないですね。いらないでしょ。あと英会話スクールなんていらないでしょ。いらないいらない。すごい。そういう使い方ができますっていうメリットもあります。いやー面白いですね。メニュー開発とかにも良さそう。あとメニュー開発の相談とかも載ってくれますからね。載ってくれそうですね。はい、ちょっと適当ですけど、はい、とりあえずこれで画像貼り付けることもできるんですか？そうですまあ何でもいいです。アイスクリームでも何でもいいです。でこれを使って、これを使って、そうだな、1950年代風にお寺これがね、この文章のことをプロンプトと言います。プロンプトを人間がちゃんと指示してあげないと、ただ作ってとかって言うと変なトンチンカンなものができますけども、詳細にこう、なんていうんですかね、やりたいことを言葉にしきてちんと伝えると、その通りやってくれます。すごいな、これは使えますね、いろいろ。広がるでしょ。広がりますね、できますね、これいろいろ。何しよう、これしようってやっぱりなりますね。はい。面白い。面白いですよ。ポスター。例えばじゃあ自分の写真を入れて、ジブリ風のアニメに、もうインスタに使うから風の、イラスト漫画を作ってとかって言うと、自分のそっくりのまるでジブリのトトロに出てきたような絵柄を作ってくる。面白いですね。いやー、なんかいろいろできるな。でしょ。楽しいでしょ。楽しいですね。そうなんです。ここを知りたかったです。私何ができるのとか全然分からなかったんで。何かやりたいですね。で、例えばさっき言ったようなSNS での集客をやりたいんだと、どうしたらいいんだっていうのもこいつにまずぶち投げれば、返ってきますから。なるほどね。お金をかけないで広告を出す方法はありませんかとか。ただね、そういう聞き方すると、杓子定規な言い方しかしないと思うんです。いわゆる知ってる人が、じゃあそれはインスタの広告でお金でやればいいじゃないみたいな当たり前な答えが出てきます。それをもっとしつこく、それお金かけないでやる方法ないのとか、とにかく追い打ちをかけるようにいろいろアイデアを出さすわけですよ。もっとはねとか、そうするとどんどん考えて出してきます。じゃあこれはって。そう。すごいな。みんなそこで最初に杓子定規な答えしか出ないから、もうできないからいいや。なんだあんま分かってねえじゃねえ、そんな知ってるよみたいな感じで終わっちゃうんですけど、そっからさらに突っ込む。なるほど。だから自分のチャット GPT は育てていくような感じ。なるほど。じゃあまだ私のはぎこちない感じでよく分かってない。私が何をしたいのかもあんまり分かってないから、
どん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 こうだこうだって。これだかわいいかわいいへでえ。これそのまま画像で使えますから。かわいいですね。90年代風、あーいいな。50年代風、まあちょっとこれ適当な写真撮ったけど、はいこれがこんな感じで作ってくれる。例えばこれ出してくれた文字ここ変えてよとかいうのはああもうできます、できる。特にここが、うん、日本語がおかしいでしょ、はい、これが、はい、やっぱこれはまだ学習が少ないんですよ。うん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 、だからここ例えばなんだこれ文字レモンって何なんだよみたいな感じで、うんうん、レモンなんだかどうか知らないけど何なんだよって入れるとと文字訂正。へえ、すごすぎる。なんでこれ本当無料なんですかね。今ね。だからこれはもう画期的な発明だったんで、世にとにかく無料で出して、はい。ビッグデータが欲しいわけですよ。ああ、デとにータかくが。で世界中の言語が欲しいわけですよ。なるほど。で何を人間が何が欲しいのか、知りたいのかっていうのを知りたいんですよ。情報をね。はい、だから今例えば弁護士の資格の問題集も全部解けますからだから資料がもうなくなるとかってそういうことでしょうね。もうだっていらないじゃないですか。はい。今まで教科書買わないと分かんなかったじゃないですか。そうですね。でも全部これで出てきますから。そうなんですね。すごい。でもなんか50年代風のいいですね。かわいい。いいな。だからもっと未来風とか2000年風とかってやるとまた変わってきたり、面白い。早速やります。そういうのができますので。でそういうのやっていくと無料ではやっぱ制限かかるんですよ。はい。もう1回2回やったら、はい、もう無料ではうん明日の何時にやって持ってきてくださいとかやるからまあ有料になっちゃうんですよね。へえ、でもかけてもいいいいぐらい感じですすね。でね。はいはい、いい感じです。僕はもう全然損したと一切思ってないんで、やっぱりもう有料入っていないともう俺は仕事できない。22カ国のね、あ、そうですよ。あんなのさ、俺22人ぐらい雇わないとできなかったじゃないですか。しかもその現地の人たちを雇わなきゃいけなかったんで。確かに自分で調べてなんてできないですもんね。でそれを最近はだから YouTube 風に英語にしろとかしてるんですよ。はい。そうすると「Hey」みたいな感じでなるほど。軽い英語、みたいな感じ。そう学術論文的な英語とかとまた違うニュアンスが違うわけですよ。そういうのって今までは区別できなかったわけじゃないですか。例えば女性風とか、はいはい、男性風とか、オラオラ系風とか面白い。そういうのができるようになったんで。へえ。いや、これは広がりますね。ぜひやってみよう。この情報はうち界隈ではまだみんなやってないですからね。嬉しい。ありがとうございます。やってみます。これ。やってみてください。こんなど素人にありがとうございます。もうど素人でも使えるようになっちゃった時代だから、そうですね。それがもう本当にプロレベルまでこいつは教えてくれますので、もう使わないわけにはいかない。確かに。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー結構ね、AI の話盛り上がりましてですね、はい、まあまあ、これからのね AI の使い方とどう付き合っていくべきかみたいなね、それとやはり最大限にね AI を使っていく人と、まあ、AI を全く知らない人と、まあ何ですかね、知識もそうですし行動力もそうですし、考え方もそうですけども、変わっていくという形で、まあもしよろしかったらね、何ですかね、参考になさってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、随時 AI の使い方も、ご説明いたしますので、ご希望の方はね、はい、便利屋まで、はい、
便利屋まで、ここに何にも書いてないけど便利屋まで、こちらまで、はい、お問い合わせください。ということで以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人決なんでやろう、むっちゃええこと起きそうな気がするわ。せやろ。